こんにちは、おりんです。今日はこのお花の模様のバッグを編んでいきたいと思います。使っている糸はセリアさんで購入したメランジロービングになります。今回7ミリで作っていきます。はい。お花のモチーフをまず5枚作るんですけども、最初は黒の丸を作ります。ですが、ちょっと動画では見えにくいので白で編んでいます。輪を作りまして、長編みの立ち上がり、鎖3でもいいんですけども、私はちょっと特殊な立ち上がりを、細編みという立ち上がりをしておりますんで、こちら立ち上がりを1目行いまして、マーカーをつけます。この後、長編みをあと11目編んでいきます。ちょっと引き締めまして、11目ですね。合計で12目になるように編んでいきます。はい、それでは、編みまして、糸始末できるくらいの長さを残して糸をカットしております。はい、このようにスッと抜きまして、この抜いた糸でつなげるんですけども、まず真ん中を引き締めまして、はい。で、閉じ針で閉じていくんですが、はい。こちらですね、今出ている糸を、最初の目の横の目ですね、こちらに通して、はい。マーカーは外します。で、今この出ている最初の糸ですね、ここに、奥の半目とその奥の、1本に通しまして、このようにですね、綺麗に仕上がるようにしております。これで12目になりますんで、あとは糸始末をちゃちゃっといたします。はい。ではこんな風にしてですね、黒で作ります。はい。で、次の2段目ですね、は手前のこの鎖目を残して、奥のこの1本を取って編んでいきます。残して編むのはちょっと綺麗に見えるから手前を残して編んでおります。はい。では、ここのどこでもいいんですけども、1本拾って新しい糸をつけます。次は白を使っていきます。キュッとしまして、中長編みを編みますので、鎖2目でもいいんですけども、細編みをして鎖1っていう感じで、中長編みの立ち上がりを編みました。で、最初の目の頭にマーカーをつけておきまして、1目につき2目、増し目をしていく感じですね。ずっと2目ずつ入れていって、合計24目になるまでぐるっと一周、拾って中長編みを編んでいきます。はい。今4目編みまして、このようにこの手前の、このちょっと見えにくいですけども、鎖がこう残るように奥の半目じゃないですね。奥の1本を取って編んでおります。はい。こんな感じでぐるーっと一周編んでいきたいと思います。はい。それでは編めましたので、最初の目の頭に引き抜き編みをして、はい。合わせました。3段目はですね、頭を取っていきます。引き抜いた横の目からですね、スタートをしていくんですけども、最初は長編みを編みますので、長編みの立ち上がりを行います。私の場合はですね、細編みっていう感じで編みました。で、今編んだ同じ目の部分にですね、変わり長編みと申しまして、長編みをするようにですね、取りましたら、最初の目を鎖編みをして、次2本で長編みを普通に編むっていう感じで、ちょっと変わった長編みを行います。で、3目目は長々編みを同じところに入れます。1目につき3目入る状態になります。で、次の目なんですけども、これが今入れた目で、これが次の目なんですけども、次の目には、長々編みを3目編み入れます。
と花びらを作っております。4枚の花びらになります。次の目はさっきの逆でですね、次の隣の目ですね。今入ってるのがこうで、その次の目。ここに長々編み、変わり長編み、長編みと3目編みます。まず長々編みを編みまして、はい。で、かけて、同じところに通して持ってきて、1本だけ通してから2本通します。変わり長編み。で、最後に長編みっていう感じで、はい、3目入れました。そうしましたら、次の目を飛ばしまして、その横の目、こちらに引き抜き編みを行います。はい、これでワンセットとなります。はい、ではもう一度、次の花びらに行きますね。で、次の、今、引き抜き編みをした横の目を飛ばして、その横の目に、長編み、変わり長編み、長々編みと編みます。はい、長編み、変わり長編み、はい、で、長々編みですね。はい。では次の目に長々編み編みます。3目ですね。3目一度。3目一度じゃないですね。1つの目に3目ですね。見切れました。すみません。はい。で、次の目に長々編み、変わり長編み、長編みと編みます。長々編み。ちょっと見切れてますね。すいません。変わり長編みですね。で、長編み。編みます。はい。で、次の目を飛ばして引き抜き編みっていう感じで編みます。はい。これをあと2回ですね。花びらが4枚になりますので、あと2回続けて編んでいきたいと思います。はい。それでは花びらが4枚になりました。ちょっとまだ引き抜き編みをしてないんですけども、これでカットをして、とじ針で引き抜き編みを演出したいと思います。ちょっと長く余ってしまったんで長いんですけど、もっと短く切って、引き抜いてください。はい。で、この根元をですね、最初の目の根元かなに通します。はい。で、出ているところですね。はい。はい。それではですね、これで3段編めまして、次、黒なんですけども、ちょっと見やすいように白で編んでいきますね。はい。それでは、この一番こうへこんでる部分の後ろの糸1本、これを拾ってですね、編んでいきます。ここですね、ちょっと白でちょっと、お伝えしますと、はい、この真ん中にありますね、ここの奥にある、この辺の糸ですね。で、この横の目はこの糸なんですけども、そこに入れて、ちょっと立体感を出して編んでいきます。で、糸をつけましてキュッとしますね。はい。ここに長々編みになりますので、鎖4回でもいいんですけども、細編み、細編み、鎖編みっていう感じで特殊な立ち上がりを行って、最初の目の頭にマーカーをつけます。はい。で、その横がですね、変わり長編みになります。ちょっと編み図も載せましたので、それを参考になさってください。で、次の目に長編み。はい。で、その次の目にも長編みを行います。はい。では、1、2、3、4、5目目は2目入れますね。ここです。はい。ここの
1本にですね、長編みを2回、長編みを1回と、変わり長編みを1回編みます。はい。ここにね、変わり長編み、同じところに入れますね。はい。で次の目はですね、長々編み、鎖1、長々編み1っていう感じで、V って感じで編みます。角ですね。ここが4つ角のうちの1つの角で、ちょっと見切れました。すみません。長々編みしております。はい。めっちゃ見切れる。すいません。ごめんなさい。はい。で、次の目がですね、変わり長編みを行います。はい。次の目も、1目につき2目編み入れます。同じところに長編みを次入れまして、はい。こんな感じで角が出来上がっていきます。はい。では次の目に長編みを1。で、また次の目に長編み1。で、またへこんできたので、次が変わり長編みが1ですね。何を戸惑っているんでしょうか。はい。では、変わり長編み1行います。はい。で、最後、長々編みですね。ちょっと見えにくいですけども、裏の方の1本を取っております。はい。はい、こんな感じで、角が編めました。これ同様にですね、後の3辺も編んでいくんですけども、実際は黒で編んでおります。はい。代わり長編みしました、今。はい。次、長編みですね。次、長編み。はい。その次も長編み。で、次が、この1目に2目入れていきますね。長編み、代わり長編みって感じで、同じところに代わり長編み入れます。はい。で次が長々編みと鎖1と長々編みで角を作ります。はい。こんな感じで。次が変わり長編みですね。次が変わり長編み。で、次、その同じ目に長編みを編みます。はい。では次が長編みとなります。その次も長編みですね。で、次が変わり長編みっていう感じで。はい。1目で2本ですね。はい。こんな感じで一周ぐるっと編んできました。変わり長編みが最後の編み方になりますね。はい。糸始末できるくらいの長さを残してカットをしまして、とじ針で、この最初の目を飛ばして、その横の目、2目目に入れまして、で、出ているところの奥の半目と、その奥の目、奥の1本に通して糸始末をして、これで完成になります。はい。では、こんな感じでですね、十字に、十文字につなげていきます。はい。で、鎖の手前にそれぞれマーカーしてます。鎖はマーカーしてなくてですね、角の長々編みの目のところにマーカーをしています。この鎖はマーカーしてません。はい。で、長々編みですね。はい。ここにこう渡すような感じでですね、針を通して、こう一度持ってきてですね、抜けないようにね、
で、もう一回同じところに通します。はい。細編みとか何でも、引き抜き編みでつなげてもらっても何でも大丈夫なんですけども、私はこのやり方で今回は通しました。はい。このマーカーとマーカーの間の目数、目数はですね、13目になっております。はい。こう、またぐようにしてですね、黒なんですけども、影をこうなくしてですね、見えやすいようにしてみたんですけども、見えますでしょうか？はい。こんな感じで、こう渡してですね、こうつなげていくと、こう線が残って綺麗なんで、こういうつなげ方を好んでやっております。はい。ちょっとややこしいはややこしいんですけども、ずれないようにね、やっていってます。で、一つつながったので、次のモチーフをですね、持ってきまして、つなげるんですけど、角がですね、何もつながってないんですよね。でもこんな感じで渡していくと、通してるようで通ってないんですよね。でもこれは後でまた通しますので、こんな感じで私は通しておりまして、はい。次々とモチーフをですね、十文字になるようにですね、つなげていっておりますね。はい。同じなんで、もう好きなようにね、つなげていただいたらいいかなと思います。はい。そう、マーカーがね、いろいろごちゃごちゃしてて、ややこしいかもしれないんですけど、こんな感じでですね、ずれないようにつなげていただければいいかなと思います。この目と目の間を渡してつなげるととても綺麗に仕上がってくれます。はい。同じようにですね、こんな感じでつなげていきます。つなげていくそうです。はい。では、つながりました。でですね、この4辺ですね、このジャラジャラついてる、この辺を、この鎖目を渡すっていうか、こうまたぐような感じでですね、こうつなげていきます。ここをね、こういう感じでつなげていくとですね、なんとなく綺麗に仕上がるんですね。でもここややこしいのでね、まあ、好きなようにつなげていただければいいかなと思うんですけども、ちょっと、言葉で、こう、言いにくいとか説明がちょっと難しいんで、まあ、こんな感じですね。頭、こ下から通すみたいな感じで、ぎゅーっとこう円を描くように、ぎゅーっとしすぎると、ちょっと、キってなるんですけどじゃあごめんなさい。なんか、あの、まあ、表現が難しいんですけど、ふんわりだとちょっと頼りないんで、まあ、ちょうどいい塩梅になるようにですねつなげていくっていう感じですね。こう渡して、最後はですね、この V の間から出るようにしましたね。はい。渡していくための準備としてですね、この V の間から出しました、最後。で、その隣の、半目の部分にこう入れまして、渡ってるような感じにしましたね。目と目の間に渡っている感じにしました。で、こっからはまあ一緒ですね。ちょっともうわかりにくいですね。もう本当にすいません。どう説明したらいいのかはちょっとわからなくてですね。見ていただいた方がいいかと思って見ていただいたんですけども。ごめんなさい。次行きましたね。はい。
ではですね、モチーフとモチーフの間をつなげていくんですけども、これは、長々編みの頭と長々編みから出てる糸をですね、つなげております。はい。1目増える感じになりますが、鎖と鎖がつながったっていう感じに捉えていただいてですね。ちょっとわかりにくいですね。すいません。1名増えた感じになりますんで、そこにちょっとマーカーをつけてます。意味がないかもしれないんですけども、糸始末してますね。で、こんな感じでですね、モチーフが13目なので、合計で56目になるように、角を1目増やしつつ、つなげていきます。で、次はですね、この上に細編みを5段編んでいくんですけども、この辺、端っこの方にですね、糸をつけます。はい。で、奥の半目ですね、を拾っています。っていうのもですね、手前の手前の半目は残したい。で、奥の半目を取って、細編みをしたいっていう感じでやってます。はい。ちょっと白で編んでますけども、わかりやすいようにと思ったんですが、バックが白じゃ、ちょっとわかりにくいかもしれないですね。はい。では、一周ぐるっと、細編みを56目編んできまして、最初の目の頭に引き抜き編みをします。もうこれは普通の、ごく一般的な編み方ですね。で、鎖1回して、今度はもう、細編みの頭に、通しまして、細編みをしていくんですけども、お好みで、中長編みにしていただいたりとか、奥の半目だけ拾って筋を見えるようにしたりとか、お好みで書いてみてください。で、5段編みまして5センチくらいになりました。最初の目の頭に引き抜き編みをしまして、鎖を1回します。で、最後6段目にですね、引き抜き編みを普通に細編みの頭に行って、一周ぐるっと編んで、綺麗になるように仕上げていきたいと思います。引き抜き編みですね。こんな感じで、引き抜き編みをしております。はい。そうすると綺麗になりますんで、一周ぐるっと編んでいきます。はい。では編んできました。ここで糸始末できるくらいの糸を残してカットしまして、とじ針ですね。ここが最初の目なんですけども、私ちょっと間違って最初の目に通してますが、2番目の目に通して、で、糸が出てるところの目と奥の半目に通しまして、奥の半目じゃないや。後ろの1本ですね。に通しまして、これで完成っていう感じになります。本体完成しました。糸始末をします。はい。それでは、持ち手をつけますので、マーカーをしました。半分が28目、半分が28目っていう感じでマーカーします。で、その5名、4名、4名、10名って書いてますけど、こんな感じでマーカーをつけてます。はい。で、持ち手は6ミリのかぎ針に変えてつけました。はい。で、この引き抜き編みの手前の鎖目は崩さずに、奥のこの2本、こちらに通して、持ち手を編んでいくんですけども、糸をつけます。で、その横の2本に持ってきて、その横の目にも通して、その横の目にも通して、アフガン編みっていう感じで編んでいきます。2本、2本、2本通します。はい。でこの2本、ここに通していきます。この2本は。で、最後だけ横の2本を取ります。この2本取って、で、この2本を通して持ってきて、で、最後端っこにね、2本あるんですよ。ちょっと見えにくくてすいません。手前の見えてる1本と奥に1本。見えないですね。ごめんなさい。あるんで、そこを持ってきて4本かけて、最初1本通して、2本通して、
2本通して2本通す。はい。こういう感じで、ここを通して、次ここ通して、で、最後2本、横の2本を通して、で、1本通して、2本通して、2本通して、2本通す。これを35センチくらいになるまで編みます。はい。で、編んだものがこちらになります。はい。35センチになりました。はい。では、これをつなげるんですけども、裏返します。裏返すというか、内側のを見た状態でつなげていきますんで、こうつなげますね。はい。こう、いつも通してる部分を内側から通してるだけですね。はい。で、さっきの続きから、この目をつけまして、持ってきます。はい。これで1本目。で、次が、ここ。はい。この2本ですね。いつもと同じ、ここの2本を、風みたいな、カタカナの風みたいになってるような糸ですね。ここをこう持ってきまして、引き抜きます。はい。同じように通しまして、風のとこも通しまして、持ってきて、引き抜き。はい。最後ですね。通しまして、いつも通してる端の2本を持ってきて、引き抜き。で、鎖1回して、スッと引き抜きます。はい。で、糸始末をして、両方持ち手をつけて完成っていう感じになります。この持ち手が一番なんか楽かなと思ってやっております。はい。糸始末ですね。します。では完成しました。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方をポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではおりんでした。さよなら。